どうもソンツンです。今日はこれからグランドリスバーパレスに一泊することになりましたので、その様子を動画に撮ってお届けしたいなと思います。でグランドリスバーパレスなんですけれど、一つの建物の中に3つのホテルが合計して入っているんですね。で今日はその中のグランドリスバーパレスホテルに宿泊します。これがホテルのフロントチェックインで、これが全体のグランドリスバパレスの建物になってます。館内にところどころね、こういう案内表示がありますので、今は、グランドリスバパレスの西側にいるんですね。北、西、南、東とね、それぞれゲートがあります。北とか西とかこういう風に矢印表示があります。ロビーがグランドフロア G 階で、あと1階、2階、3階と、ショップだったりレストランだったりっていうのが、入っています。じゃあチェックインの手続き終わりましたので、これからお部屋の方に上がります。じゃあ客室フロアに上がってきました。なんか外観はねすごくヨーロッパ風な感じだったんですけれど、内部の方は結構中華っぽいんですね。ひょうたんの形。じゃあお部屋の方へ向かいます。すごい広い。広い。こちらがデラックスキングのお部屋になります。こちら側ですね。ガーデンの部分になります。このガーデンもね、後で外に出れますので、ちょっと雨がね心配なんですけれども、後ほどこのガーデンの方にもね行ってみたいなと思います。向こうにはプールもありますね。ちなみにこのグランドリスバーパレス内には屋内プールもあります。お部屋番号の下一桁が偶数番であればですね、このガーデン側ですね。お部屋番号の下一桁が奇数であれば外側になっているようです。久しぶりにこんな高級ホテル来たんでね、ちょっとテンションがねすっげえ上がってるんですけれど、これがキングサイズのベッドですね。でソファーあってテーブルがあって、エスプレッソマシンとお水、たくさん用意されてる。各種グラスと、こっちにエスプレッソ用のやつと、それからティーバッグですね。ミニバーはこんな感じです。入り口のところにこういう飾りがあってね、今気づいたんですけれど、アズレージョですね。ポルトガルの伝統タイルの、それをイメージしたものですね。あとこれ大事、緊急避難経路。続いてバスルームになります。大きなバスと、こちらお手洗い場ですね。あとアメニティもいろいろと入ってます。こっちがシャワー室ですね。そしてトイレですね。テーブルのところ、この蓋のポンと押すと、コンセントがね出てきますので、もちろん日本のコンセントもさせれるようになってます。あと USB ですね。同じようなものがこのベッドサイドテーブルにもコンセントと USB がございます。では現在グランドリスバーパレスでは様々なイベントが行われておりまして、こちらは別の日に撮影したものになるんですけれども、不思議の国のアリスをテーマとしたダンスパフォーマンスとティータイムになります。ではまずこちらをご覧になってください。こちらは2025年4月12日にスタートしたパフォーマンスショーのアドベンチャーズ・オブ・アリスになります。海外からも評判の高い香港バレエ団とのコラボ制作になります。香港、北京、シンガポール、アメリカなどで上演され好評を得たアリスをベースにしたものになります。広東省、香港、マカオ出身のダンサーたちでオーディションで選ばれております。グランドリスバーパレス内1階アトリウムの会場で360度のパノラマステージ、終了後にはダンサーたちとの記念撮影も OK です。
ショーの鑑賞に関しては無料になってましたが、現在は先行賞という形で5月で一旦終了になります。ですが、夏から常設賞となる予定だそうです。でショーの隣にはね、こういう撮影できるねスポットもありますので、ぜひここにも来て写真撮ってみてください。では次はロビーラウンジでティータイムです。こういうものがねやってきました。すごいの来たな。ツイスティッドクロックっていうねチョココーヒーですね。カフェアートを壊すのもったいないけれど、すごい凝ってるなこのアートね。マッシュルーム型のは何だろうこれ。ケーキだと思いますけれどね。チョコレートケーキ。これはねお子さんにも受けますね。すごく凝ってますね。鮮やかな色。マッシュルームとクリームのパスタです。不思議の国のアリスをねテーマとしたアフタヌーンティーなんでね、色鮮やかなものが多いんですけれど、これでもすごいクリーミーで美味しいな。このピンクのはビートルートソース、なんだろうこれ。字幕には日本語で翻訳して出しておきます。ハムチーズのクロワッサンのワッフルですね。それと、フレンチフライもついてます。すごいボリュームね。ハムやら野菜やらチーズやらいろいろと挟まってる。クロワッサンって書いてましたけど、なんかワッフルみたいなやつです。ワッフルですね。あ、これ美味しい。サクッとした食感があってね、ちょっと出てきてから時間経っちゃったんですけれど、すごく美味しいです。こちら名称がねミステリーゲストって書いてるんですけれどね、紅茶、そしてでこの花みたいになってるのがリンゴですね。あ、いい香りするなこれ。ほんのり甘い感じかな。リンゴのその酸っぱさとほんのりした甘さがねちょうど相まってますね。はい、では以上、不思議の国のアリスをテーマにしたティータイムメニューでした。こちらのメニューですが、サイト上では6月30日までの提供となっています。それまでにもしマカオにお越しになられて興味ある方いらっしゃいましたら、ぜひグランドリスバーパレスまで足を運んでみてください。ってな感じで、香港バレエによる不思議の国のアリスをイメージしたショーダンスとティーのコースになりましたけれども、このショーなんですけれども5月4日に一旦終了になるんですが、夏以降にまた常設ということになるそうです。
はい、続いてはこちらの展示会場になります。マカオの歴史を紹介している展示ということでね、入っていきます。じゃあ中に入りましたら、最初にこういうスクリーンのある部屋に案内されます。これは何が上映されているのかと言いますと、マカオの歴史、16世紀半ばのポルトガル人がマカオに入ってきてから現代に至るまでのことがアニメーションを使って紹介されています。この動画では編集上途中のほとんどの場面を割愛しましたが、数分間にわたって上映されていて、マカオの歴史を簡単にスピーディーに知ることができます。中の展示はね、こんな感じになってて、合計で8つのテーマに分かれてるんですね。例えば、もう皆さんご存知のセントポール天使童話堂ですね。ああ、なるほど。ファサードのところに映るんだ。セントポール教会の火事になる前の復元模型ですね。模型というか画像ですね。ホテルリスボアですので、老舗のリスボアホテルの歴史も紹介されてます。皆さんご存知の老舗ホテルリスボアですね。埋め立てでね、今はそんな感じにもう見えないんですけれど、もともと海沿いに建ってたんですね。でこれがリスボアホテルの骨組み。リスボアホテルの外観がこれで360度見渡せれるようになってます。こういう双眼鏡とイヤホンがあるんで、これでリスボアの物語のことが聞けるんですね。これがリスボア建築中の時の撮られた写真ですよね。なんだかゴッドファーザーみたい。有名な方ですよね。日本の人もよく知られているこのスタンレー・ホーさんです。貴重な写真が展示されてますね。じゃあサンマーローの方ですけれど、これ一番皆さんがねご存知な道路だと思います。リスボアからソフィテルポンテ16ホテルまでの道ですね。今も残ってる建物もあれば、もうすでにね消失している建物もあるんですけれども、それがこのように模型としてね展示されているわけなんですね。水上カジノですね。青面ファンゴンと言います。模型をよく見ると、こっちの方がレストランかな。食事してる風景が見れますね。これも食事かな。でもなんかショーかなんかを見ながら食事してるような感じなところが再現されてますね。今は博物館になってるんですけれど、徳西庵という入ったっていう人もねいらっしゃると思うんですけれど、質屋さんですね。質屋博物館です。なのでこういった昔宝石とか翡翠とか腕時計とかを質に入れてたんですよね。セナド広場もすぐ横のホテルです。屋上に行くとね、宿泊客でなくても屋上に行けるんで、そこからの景色が最高です。このリスボアコレクションっていうのが特別の展示だということです。
特別展っていうのは親会社リスワ SJM のコレクションですね。こちらの展示されているのは中国の秦の時代に作られたものになります。竜の頭は皇帝を表していて、この上にはフェニックスがありまして、そしてフェニックスは皇帝の妻は皇后を示している。皇帝を使っていた。これが12の干支が刻まれてるんですね。一番上に鶏かな、そして蛇だとか、あと豚だとか牛だとかいろいろあります。12の干支です。本当だ、光が透き通ってるような、周りは竜のデザインで、中も竜なんですね。こっちはギフトショップですね。お土産が売ってます。これが、リスボアのパズル、あとリスボアのゆるキャラで、よくね聞かれるんですよ。お土産のシールってありませんかって聞かれるんですけど、あんまりねマカオってシールがなくて、こういうマグネットならばね結構いろんなところで売ってるんですけれど、道路の名前が書いたマグネットですね。これからさっきお部屋から見えてたガーデンの方に行きます。朝8時半から夜10時までねガーデンの方に行けます。不思議の国のアリスのショーをですねちらっとご覧になっていただきましたけども、それのテーマになってるんですね。今このガーデンのところが不思議の国のアリスのテーマになっているので、こういった飾りがですねこのガーデンにあちこちあります。全体としてはこういった感じでね、今リスボアパレスのちょうど中心部にあるガーデンに来てます。なんだか盛大な結婚式の時に使われそうなところですね。さっきの展示場の説明だとね、竜とそしてフェニックスですね。だから竜っていうのが男性でフェニックスが女性ですね。フェニックスがなんか美しさかなんかの象徴だというふうにね前に聞いたことがあるんでね、竜っていうのが男性らしいなんか権力とかそんなんをね表すらしいです。こっちも行きたかったんですけれどもね、なんか結婚式やってるみたいなんで多分入れないかな今は。こんな感じで、ちょっと撮影してみます。あとプールの方ね、ちょっと私泳がないんですけれど、どんな感じなのかだけ撮影しておきます。スパと一緒のところになってるんですね。お部屋の方から見てた屋外プールです。じゃあこれからディナーになります。お店が開業したばかりなんで、まだちょっとこの赤いカーテンの下にねお店の名前があるんですけれども、ただ名前はねもう決まってまして、バンブーハットジュウェイジュっていうんですけれども、営業時間はこのようになってます。で料理の方がトルコ料理とか、あと東南アジアの料理を提供するお店です。店内の雰囲気こんな感じになってます。でトルコ料理だけではなくてシルクロード風味ということで、ですね、ベトナムとか、マレーシア、東南アジアですね、タイとかで、そしてトルコの料理があるということですね。だからベトナムのフォーとかそんなんもねありますね。なんかこのコーヒーが有名だということでね、今ちょっと作ってもらってるんですけれども、砂の中にこのなんかカップみたいなのを入れて、でコーヒーを作ってくれるという、そんなコーヒーをねちょっと一つ注文しました。なんか写真とかではね見たことがあるんですけれどね。ちょっと砂触ってもいいということなんで、ちょっと試してみます。あったかい。いやむしろ熱いだんだん湯気が出てきた。
かき混ぜ、なんかどんどんブクブクしてきたぞ。砂の中で熱してコーヒーを沸かしてくれるんですね。コーヒーカップが独特ですね。初めて見るこんなの。できてから2分待てって言われた。ちょうど2分経ったと思うんで今開けてみました。すげえいい香り。そしてもう一つ開けるとこっちの方がなんかコーヒーに合うなんかスイーツらしいです。なんかバグラバっていうらしいんですけれど、トルコ料理は全然詳しくないので、初めて食べる味だと思いますけれど、ちょっと食べてみましょう。コーヒー好きにはたまらない味わいですね。こちらのスイーツ、多分アーモンドかなんか入ってると思うんですけれど、なんかむちゃくちゃ甘ったるいやつかなと思ったんですけど、そんなことなくてね、このコーヒーとちょうど合いますね。コーヒー飲みながらこのスイーツいいんじゃないですかね。はい、じゃあね、料理の方が全部出てきました。一旦これだけ注文したんですけれど、トルコのパンとこのパンにクリームみたいなのをつけて一緒に食べるんですけれども、人参のヨーグルトソース、赤いやつかな。で、きゅうりとミントのヨーグルトソース、この緑だな。で、もう一つが赤唐辛子とガーリックのヨーグルトソース。なんか初めて食べるやつなんでね、ちょっと食べ方がようわからないんですけれど、こんな感じでちょっと一旦パンにつけて食べてみましょう。きゅうりの香りが確かにしますね。爽やかなテイスト。最初きゅうりの味がガンときて、その後にミントのあれがドーンときますね。トルコ風ピザっていうところですかね。チーズ、そしてラムミンチ、あとほうれん草です。生地の方はちょっともっちりしてますね。癖のないチーズなんですごく食べやすいです。ちょっと気になったラムミンチのピザ食べてみます。香りは全然きつくないですね。羊肉苦手な人でも全然食べやすいと思いますよ、これ。ただそれよりもちょっぴりこれ辛いかな、僕にとっては。さっきのラムミンチのあれ辛かったんでね、まだちょっと口の中ヒリヒリしてるんですけれども、ほうれん草は全然辛くなくてね、僕にとっては食べやすいです。トルコ風地中海シーフードサラダですね。サラダは当然ね、さっぱりしてるのはもちろんのことですけれどね、シーフードが入ってるのがいいですよね。トルコ風バーベキューの盛り合わせです。チキンとビーフと、あとラムですね。ラムうまい。ラムだ。こっちがタンドリー風チキンみたいになってるのかな。もう一つがビーフなんですよね、きっと。3つの中ではラムが一番気に入りましたね。すごい薄いなこれ。なんか彼もトルコ人だそうです。はい、じゃあ今晩のトルコ料理ね、食べ終わりました。トルコ料理っていうのも多分初めて食べたと思うんですけれどもね、なかなかね斬新的で良かったですね。特にねコーヒーね、砂の中でこうねコーヒー沸かしてくれるっていう、あれがすごくいいパフォーマンスになってね、良かったなと思います。コーヒーの味ももちろんね美味しかったです。さあお部屋に戻ってきました。なんかテーブルになんか用意されてるな。すごいすごい。レターとエッグタルト、あと果物ですね。
グランドリスバパレスさんからの粋な計らいですね。どうもありがとうございます。あ、夜はこうなってんだな。初めて見たな、夜のこのリスバパレスのガーデン。明日朝食食べ終わった後時間があるんでね、雨降ってなければまたここ歩いてみよう。じゃあ今日はもう夜遅くなりましたのでね、ビール飲んで眠りたいと思います。じゃあおやすみなさい。おはようございます。じゃあこれから朝食食べに行ってきます。朝食会場はザ・グランドビュッフェ自助さんです。こちら自助さんの朝食会場です。水槽あるんですけれども、こっちは夜だけですね。ディナーバイキングの時の海鮮になります。でテラス席もねあるんですけれど、今日は館内で食事をします。じゃあこれからね撮っていくんですけれど、選択肢がすっごい多くてね、なんか朝からすごい豪勢な朝食ビュッフェです。点心があるんで、まずこれを取ってみようかな。朝からこう点心が食べれるのっていいですね。フルーツジュースとか、あと香港スタイルコーヒーとか、香港スタイルミルクティーもありますね。チキンチョップパンっていうのもありますね。ここでチキンを焼いてて、でこのパンに挟んでくれるってやつですね。ここでオムレツを焼いてくれてるんですね。これも中華風朝食ですね。ヤウティウっていうね、油揚げパンだとか、あとこれは豆乳かな。後からまた取りに行くんですけれど、一旦こんな感じでね取ってみました。いただきます。朝から点心食べれてね、なんかヤムチャ気分になれるのもいいですね。しかもこのねバイキングの会場で第2弾も取っていきます。パンケーキあってワッフルもあるのか。ワッフル食べよう。第2弾はこんな感じで取ってきました。次お昼もあるんでね、ちょっとセーブしたんですけれども、マカオのホテルのビュッフェっていうと大体こういう麺がありますね。簡単なんですよ。好きな麺をね何種類かあるんで、その中から好きな麺を選んでシェフの方が茹でてくれますので、出来上がったら自分の好きな具材をね乗せて、調味料とかねいろいろ入れて自分で味付けするっていうタイプです。ちなみにこのスープは多分豚骨系のスープだと思いますけれど、豆乳とヨウティアオっていうですね、北方の方で、中国北方の方でこういった朝食スタイル多いんですけれどね。さあワッフル行こう。ちょっと朝から食べ過ぎかなと思いますけど、もうそうせざるを得ないぐらいねテンションが上がります。また朝の運動がてらガーデンの方に出てきました。よかったな。なんかずっと雨の予報だったんですけれどね、今のところずっと曇りの状態です。じゃあ一旦館内をぐるっとしてみます。ところどころにこういう館内マップっていうのがねありますので、これだったらグランドフロア、今いるところなんですけれども、真ん中のところがカジノ城ですね。でその周りにショップとかがありまして、あとホテルが3つ、1つが今日泊まっているグランドリスバーパレス、西側と東側のゲートに分かれてるんですね。
で、こちらの方がザッカール・ラガーフェルドというホテルと、あとベルサーチホテルですね。ずらーっと人が並んでるんですけれど、これ無料のシャトルバスの乗り場ですね。でシャトルバスの乗り場はね、行き先によってちょっと乗り場が違うんですけれども、こことかだったらコタイストリップ、そしてオールドタイパビレッジ、関野街の方面ですね。もしここからマカオ半島側の方に行かれる場合、このグランドリスバンホテル行きのシャトルバスに乗ると、世界遺産とかそういったところにもアクセスが便利です。昼の1時から夜の9時までなんですけれど、30分おきに1回ニューヤオハン、マカオ半島側のニューヤオハンと、あとマカオタワーに行くバスも出てますのでね、これも便利じゃないですかね。なかなか結構いろんな方面に行くシャトルバスが出てるんですね。ポンテ16もあるし、マカオ側のフェリーターミナルとかリスバーホテル、工事大橋のマカオ側のイミグレーションですね。他に空港であるとかタイパフェリー、あとグランドコロアネリゾートホテルっていうですね、ずっと以前はウエスティンだったホテルですね。あと半島の一番北部のグアンジャーというこのボーダーゲートの方まで行くバスも出てます。これはカジノのエントランスですね。でグランドフロアから1、2、3階までね、こういったショップがいろいろと入ってます。どのショップがどこにあるのかっていうのがこういう風にね、マップで、これは1階ですけれどもありますので、ちょっと迷ったらこういったのも参考にしてください。2階はレストランもねあるんですけれど、ほとんどがニューヤオハンのエリアじゃないですかね。このヤオハンの百貨店の中にはいろいろあります。子供のおもちゃ売り場もあるし、家電もあるし、でスーパーマーケットもねありますんで、お部屋で飲むお酒とかジュースとかお菓子とかね、スナックとか、そういうのもねスーパーマーケットで購入できます。今やっと気づいたんですけれど、一応海の方が見えてるんですね。じゃあチェックアウトの時間になりましたので、一泊だけは足りなかったな。あともう一泊したかった気分です。じゃあラストのランチタイムになるんですけれども、新しいお店だということでまだ試験運転中みたいなところもあるんですけれど、名前の方がリスボアビストロといいまして、こちらポルトガル料理のレストランになります。お土産も販売されてるんですね。クッキーだとか、あと、ポルトガルといえばのね、缶詰であるとか、あとこういったティーカップのセット、さくらんぼのお茶とパイナップルグリーンティー、見たことないなこれは。あとさくらんぼのお酒ですね。これは結構ねポルトガル有名なお酒なんですけれどね、街中ではね見かけないような商品も結構あるんでね、ここでポルトガル関係のお土産を購入するのもねいいんじゃないですかね。じゃあ店内に入ります。やっぱり内装からしてね、ポルトガルチックですよね。店内こんな感じな雰囲気になってます。で店内でこのパイナップルティーが飲めるということだったんで、ちょっとこれをね試してみたいと思います。確かにパイナップルの香りがする。なんかフルーツティーみたいになるじゃないですか。あれですね、全然甘くなくてね、飲みやすいパイナップルグリーンティーです。ポルトガルの水出しコーヒーになります。豆もポルトガル産のコーヒー豆を使っているというらしいんですね。これだったらコーヒーがそこまで得意じゃないという人も飲みやすいかな。苦みがそんなにない、すごい滑らかなテイストです。じゃあこういった料理がね出てきました。こっちはさっぱり系のやつですよね。オクトパスサラダになります。ベイクドオクトパスっていうのもあったんですけれども、今回はサラダにしてみました。でかっ。タコのその食感も柔らかいし、すごくさっぱりした味わいで前菜にいいですね。
じゃあまずはこれお店のおすすめということで、ポルトガル式ローストチキンになります。こっちのソースをねつけて食べるようにと言われたんですけども、どうやらこれめちゃめちゃ辛いらしいので、私はもうこれで十分味がついているでしょうから、そのまま食べてみたいと思います。このままでも十分味がついてますね。気のせいかもしれないけれど、このまま食べてもちょっぴりピリ辛なところはあるかもしれないなっていう感じはしますけれどね。でもそのチキンすごく柔らかくて美味しい、皮がちょっとねパリパリ感があるかなって感じですね。じゃあこちらは、ポルトガル料理店に行くとね結構これ提供してるお店多いんですけれども、じゃがいもを細切りにしたやつと、それからバカリャウ、タラですね、魚の、それを一緒に炒めたものになります。具材としては他に、卵とかね、ニンニクとか、オニオンとか入ってるのかな。じゃがいもが美味しい、サクサクしてて、端っこから取っていくんじゃなくて、こうかき混ぜて取った方がねいいみたいですね。そしたらうまいことねいろんな具材が全部混ざりますのでね。じゃあこちらですが、一番上の魚がタラですね、バカリャウ。ポルトガル料理いろんな料理にバカリャウ使われているんですけれども、下がですねライスなんですが、ポルトガル風リゾットみたいな感じで作られているのかな。紫色っぽく見えるのがレッドキッドニービーンっていう豆ですね小豆みたいなやつかな。まさしくポルトガル風リゾットですね。リゾットだけで食べても美味しいんですけれど、やっぱり一番上に乗ってる、バカリャウ、タラ、これと一緒に合わせて食べるとねより美味しくなります。バカリャウちょっと骨が多いんでね、そこだけは気をつけてもらわないといけないんですけれど。じゃあ最後のデザートになります。ポルトガルのエッグプリンですね。すごい濃厚で、美味しいですこれ。でもホームメイドな感じのするプリンでね、なかなかいいと思います。店内は昔のマカオの写真がね額縁に入ってます。昔のセナト広場のあたりですかね。モンテの砦、あとグランドリスボア、そしてだいぶ前の時代のリスボアですよね、これはね。はい、ということでですね、ラストランチを、食べまして、今回は1泊2日というねプランでグランドリスバーパレス宿泊しましたけれども、まだ他にもねレストラン、過去に動画にしたやつもありますので、そちらも概要欄の方にリンク先出しておきますので、またそちらの方も、合わせて、ご覧になってください。ということで今回の動画はここまでということにしておきます。じゃあチャンネル登録して一緒にマカオのお散歩へ出かけましょう。バイバイ。